こんにちは、ふーです。旅を始めてから2年間、ジェムニーとランクルで日本中いろんなところへ行きました。もともとは旅の備忘録として始めた YouTube 動画ですが、今回はその総集編ということでお気に入りの動画をまとめてみました。寝るときや作業用の BGM として垂れ流しで見ていただければ嬉しいです。また、ふーチャンネルの2年間の成長も感じ取れる動画になっていますので、よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。1本目の動画は日光の氷瀑を見に行った時の動画です。こんにちは、ふーです。今回はずっと見てみたかった日光の氷瀑と福島県の地図にない廃村に行きます。よかったら最後まで見ていってくださいね。私は今、福島県の道の駅裏磐梯にいます。昼間でも気温はマイナス5度で雪が降っています。福島の北の方はまだまだ冬を感じますね。今日は買い物も済ませたので、ご飯食べたり昼寝したりと好き放題します。私はスーパーのお惣菜が大好きなんですけど、ガスバーナーで温めるだけでさらに美味しくなることをしてしまいました。これはやめられませんね。うまっ。昼間から時間を気にせずにゆっくりできるのは幸せですね。最近ジムに連泊すると体が痛くなってしまいます。体を痛めてしまっては旅も楽しめないので、旅館での宿泊も挟みながら各地を守ろうと思います。お許しください。今夜はやたらと冷えるのでしゃぶしゃぶにします。IH だと換気をしなくて済むので車内が暖かくて快適です。うまっ。今日は福島県某所にある地図にない集落に向かいます。この集落には名前もないので検索のしようがないんですよね。謎に満ちた集落なのでめっちゃ楽しみです。
旅先で食べるカップラーメンってなんでこんなに美味しいんでしょうかね。今年最後の雪になるかもしれないので、しっかりと堪能しておきます。これから集落に向かいます。集落の大体の場所は分かっているので、気合で探してきますね。集落につながる林道に来ました。この林道をひたすら登ると集落があるみたいですよ。ちなみに Google マップには地名すら表示されません。林道を20分ぐらい走らせると、千と千尋の神隠しに出てきそうなトンネルがありましたよ。トンネルの向こう側が異世界だったら面白いですね。トンネルを抜けてすぐに集落がありました。人は住んでいないようですが、なんだか不思議な雰囲気があります。集落の散策が終わっていろは坂に来ました。イニシャル D でおなじみですね。明日はいよいよ氷瀑を見に行くので、今日は日光の民泊に泊まることにしました。ということで、これから宿に向かいますね。民泊に着きました。徒歩圏内に美味しい居酒屋があるので、一休憩したら行ってきますね。今回の宿は老夫婦で経営している民泊で、とても温かく迎えてくれました。朝食付きで7000円なので、宿泊料も安く抑えられました。匂いや音がおばあちゃん家を思い出させてくれます。なんだか落ち着きますね。ということで、近くの居酒屋に来ました。ここの生姜焼きめっちゃ美味しいんですよ。最近旅先で現地の居酒屋に行くのにハマってます。嫌になっちゃう。
その日のために仕事頑張ったので、惜しみなく贅沢なお刺身を食べて麦酒を飲みます。美味しい。苦感じちゃうね。もうちょっと食べよう。よし。疲れた酔いでめちゃくちゃですね。今日はいよいよ氷瀑を見に行きます。めっちゃ歩くのでしっかり朝ごはん食べてきますね。朝食はこれでもかってぐらいたくさんの品が出てきて大満足でした。広大な戦場ヶ原を見渡せるこの一本道が大好きです。本当はここでドローン撮影したかったんですけど、申請が間に合わなかったので諦めてしまったんですよね。ここならきっと綺麗な景色が撮影できると思いますよ。戦場ヶ原の記念碑がありましたよ。今回は伊織岳の氷瀑を見に行きます。赤沼駐車場が最寄りなので、ジムニーを置いてハイキングコースを歩きます。片道6キロなので結構歩きますが、伊織岳との高低差は少ないのでほとんど平坦な道です。伊織岳の氷瀑は圧巻で、帰り道もしばらく余韻に浸っていました。
動画として思い出に残せてよかったです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。死ぬほど疲れました。こんにちは、ふーです。今回は3連休を利用して1200キロの長旅に行ってきました。旅の目的地は岐阜県にある地図にない集落と白川郷です。長旅なのでナレーション多めですが、よかったら最後まで見ていってくださいね。私は今、諏訪湖サービスエリアにいます。高速料金を節約するために深夜に出発して仮眠から目覚めたところです。サービスエリアで目を覚ますと旅をしている感じがしてワクワクしますよね。まずは朝ごはんを食べて長距離運転に備えていきますね。今日の目的地は西洞集落といって Google や Yahoo マップには出てこない場所なんですよ。西洞集落は50年ほど前に最後の住人がいなくなって以来、定住者はいなく廃村になってしまったそうですよ。数十年前の地図には地名が記載されているそうですが、だんだんと忘れ去られつつあるようです。私は昔ながらの集落や廃村の歴史を知るのが大好きなので、とても楽しみです。現在地から集落のある岐阜県の山県市までは約240キロです。しばらく西に進むと本格的に雪が降ってきました。どうやら今日は大雪警報が出ているみたいで、数時間後には今走っている中央道が一部閉鎖されてしまったみたいですよ。早めに出発しておいてよかったです。無事岐阜県の山県市に着きました。降りるインターを間違えて無駄金払いましたが、トラブルなくたどり着けてよかったです。高速料金は深夜割と軽自動車割引適用で5000円でした。割引がなかったらと考えると恐ろしいですね。集落までは林道をひたすら登っていくようです。林道はジムニーなら通れる幅がありましたが、幅のある車だと大変かもしれません。途中ジブリの世界に入り込んだような景色がありましたよ。ナビも途中から表示されなくなってしまいました。20分ほど林道を進むと崩れかけた家屋が見えてきました。人が住んでいる気配はありません。西洞集落に到着しました。ここで行き止まりみたいなので散策していきますね。夏明け集落の時もそうでしたが、人がいなくなって自然に帰りつつある集落を見ると何とも言えない気持ちになります。
山形市から北上して白川郷の方へ向かっています。日が暮れてしまったので、今日はその辺で車中泊して明日朝一で白川郷を観光することにしました。白川郷の近くに夜まで営業している温泉があったので、これから向かいますね。温泉着いたんですけど、たまたま臨時休業だったんですよね。調べても近くにやっている温泉がなかったので、諦めて明日の朝入ることにします。今回の車中泊場所は1年前にこの写真を撮ったお気に入りの場所です。現在の白川村の気温はマイナス3度です。今晩は冬らしく味噌鍋にします。シャキシャキって美味しそう。これ棒にしちゃった。乾杯。給料日後なので贅沢してマグロを買いました。絶対美味しいこれ。いただきます。なんかずれてるよこれ。鍋もマグロも思わずため息が出てしまうほど美味しかったです。美味しいこれ。おわかっこいいですね。よし。
今回は電気毛布も導入したので快眠できそうです。コメントで肉まんホットサンドに挟むと美味しいよって教えてもらったので実践しました。これから白川郷の湯に向かいます。雪景色の露天風呂がめっちゃ楽しみです。最高に贅沢な朝風呂ですね。白川村の雪景色はとても綺麗です。白川郷には去年も行ったんですけど、雪景色が本当に綺麗で感動したんですよね。1年経ちましたが、また雪景色の白川郷が見たくて岐阜の旅を計画しました。白川郷の湯に着きました。2日分の汚い汚れを落として白川郷を散策していきますね。
いやー、白川郷は何度来てもいいですね。来年もまた来ます。これから静岡県に向かいます。明日は伊豆の方に遊びに行って家に帰ろうと思います。1200キロ長旅もいよいよ後半戦ですね。昨日今日と長距離を運転して疲れたので、甘えて旅館に泊まることにしました。ビジネスプランで安く泊まれたので、浮いたお金で近くの居酒屋へ行くことにしました。せっかくなので好きなだけお酒を飲んでお腹いっぱい食べてきますね。居酒屋で食べるご飯ってなんか美味しいんですよね。夜小腹が空いた時のために食料を調達します。はい、ありがとうございます。すいません。美味しいお酒を飲んで気持ちよく酔っ払いましたよ。よいしょ。あ、美味しい。はあ。久しぶりに健康的なご飯を食べた気がします。チェックアウトの時間ギリギリまでゆっくりします。これからバイカーズパラダイスに向かいます。伊豆スカイラインは雲がかかっていて視界が悪いです。晴れていれば絶景なんですけどね。あらかじめ電話で確認したんですけど、路面に雪や凍結はないので、いつも通りバイクの貸し出しをやっているそうですよ。バイカーズパラダイスに着きました。いつもかっこいいバイクがたくさん展示されているので、今日は何が見れるのかとワクワクします。私以外のお客さんはいないみたいですね。この日はクラシックバイクがたくさん展示されていました。ハーレーやトライアンフの旧車もたくさん展示されていましたよ。私はこの赤色の SR に惹かれました。かっこよすぎますね。
回は岐阜の自然を満喫しながら西原集落の歴史を知れたので、とても充実した旅になりました。一つ皆さんに報告があります。今年の春、念願の北海道旅ができそうです。美味しいもの食べて素敵な自然の景色をお届けしますので、楽しみにしていてくださいね。いつもご視聴本当にありがとうございます。じゃあまたね。こんにちは、ふうです。今回はプライドギアさんより車中泊に役立つ便利アイテムをたくさん提供していただいたので、紹介も兼ねて車中泊行ってきました。今回の旅の目的地は天空の集落と言われる立本集落と、秩父の山奥にある三峯神社とその辺の林道です。新しいアイテムを実際に使ってみて、旅の終わりに感想もお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは行ってきます。今回のスタート地点は道の駅足ヶ久保です。埼玉では有名な道の駅ですね。このまま適当な林道で遊んで温泉入ってきますね。秩父はバイクで何度も遊びに来ているので庭みたいなもんなんですけど、冬は初めてなので新鮮でした。秩父市街から少し外れたところにいい感じの林道を見つけました。せっかくなのでこの間買ったタイヤチェーンをつけて遊んできます。バイク用に買っていた電熱グローブが役に立ちました。雪がついてもポカポカです。あらかじめ取り付けの練習はしてたんですけど、雪があるところだと大変でした。取り付けが終わりました。編集でいい感じにごまかしてますが、実際30分ぐらいかかってます。それでは林道へ行ってきますね。初めての林道は冒険している感じがしてワクワクしました。ところどころ木から雪が落ちてきてディズニーのアトラクションみたいでした。さすがにこれはびっくりしましたね。ここで行き止まりでした。写真を撮って温泉に向かいます。温泉に着きました。今回の温泉は千稲の湯です。23時までやってるみたいなので、あと5時間ぐらいはゆっくりできちゃいますね。しっかり休んで疲れを取ってきます。それでは行ってきます。結局22時までゆっくりしてました。明日朝一に栃本集落へ行く予定なので、近くの栃本広場で車中泊していきます。栃本広場に着きました。だいぶ山奥まで来たので、私以外誰もいませんでした。それでは準備していきますね。
よし。よいしょ。外は寒そうに見えますが、0度だったので意外に暖かかったです。せっかくなので外でご飯の準備をしてみました。明日の予定は立本集落へ行って、その後三峯神社に向かいます。それではおやすみなさい。起きたら10時でした。まあ想定内ですね。それでは朝ごはんを食べて立本集落へ向かいます。
左に曲がると栃本集落の方へ行けるんですけど、右の道の方が面白そうだったんで右に行ってみました。雪が深くなってきてちょっと怖かったので途中で写真を撮って引き返しました。今走っている道が栃本集落です。天空の集落と言われるだけあって標高が高く絶景でした。自然に囲まれた集落が大好きな私にとっては最高の場所でした。それではしばらくの間栃本の景色をお楽しみください。栃本集落を抜けて三峯神社に向かっています。三峯神社に着きました。参拝して交通安全のお守りを買って帰りたいと思います。これでジムニーは安全ですね。美味しいこれ。夜な夜な東北道を北上して福島県に向かっています。今回の旅の目的地は無限城みたいな温泉宿の大川荘と江戸時代の宿場町の大内宿とその辺の林道です。今日はとりあえず桧原湖というところで車中泊して、細かい予定は明日起きてから考えますね。桧原湖に着きました。雪が降っていますが気温は0度で暖かく感じました。これなら快適に車中泊できそうです。
今夜のご飯は野菜詰め合わせと肉じゃがです。ヘルシーですね。乾杯。なかなか美味しそう。お腹が満たされないのでポテトも食べます。低血圧なので本当に朝弱いんですよね。だらしない感じするんですけどお許しください。朝の気温はマイナス3度でした。福島の山はもっと暴力的な寒さかと思ってたんですけど、なんとかなりそうです。朝ごはんはバナナと昨日の余りのポテトです。今日は適当な林道を走って温泉宿に行きます。やっと仕事納めだと思ったら元旦から仕事入っててマジでショックだったので、今日は贅沢してそのまま温泉旅行に泊まることにしました。ずっと前から行ってみたかった鬼滅の刃の無限城みたいな温泉宿なのでとても楽しみです。今日くらいいいよね。チェックインが15時からなので、とりあえずその辺の林道で遊んでから向かいますね。去年買ったタイヤチェーンをまだ1回しか使えてなかったので、取り付けの練習も兼ねて装着してみることにしました。
ジャッキアップしなくても取り付けられるので使い勝手がいいですよ。編集でいい感じにごまかしてますが、実際は20分ぐらいかかってます。早速雪道を走ってみましたが、スイスイ走ってくれました。ジムニーなら雪道もうちの子さいさいですね。ただの雪道ならチェーンがなくても普通に走れるんですけど、凍結路面はチェーンが活躍してくれました。ジムニーで林道遊びをするのって子供の頃のドローンカー遊びみたいな感覚ですごく楽しいですよね。ワクワクします。遊びすぎて日が暮れてしまいました。18時までにチェックインしないと名物の三味線演奏が見られないのでだいぶ焦ってます。とりあえず大川荘に着いたので温泉入って旅の疲れを癒してきます。直前に予約したので晩ご飯はなくて朝食のみです。とりあえずゆっくりしてから温泉行ってきますね。よいしょ。いい湯でした。晩ご飯は質素ですが、朝はバイキングなのでめっちゃ楽しみです。この日は疲れで死ぬほど酔っ払いますが、お付き合いください。ストロングゼロはプリン体ゼロなので飲めば飲むほど健康になれるらしいですね。どこかの旅人が言ってました。美味しいこれ。完全にバグってますね。よし。そのまま19時半に寝たのですっきり目が覚めました。温泉入って美味しいお酒も飲めたので至高の領域に達することができましたよ。朝食はコスパが悪くて普段なかなか食べられない野菜をたくさん摂りました。どれも温かくて美味しかったですよ。
ということで大内宿に向かっています。大内宿は国の重要伝統建造物群保存地区に選ばれているそうですよ。江戸時代の面影をそのまま残してくれた方々に感謝です。大内宿駐車場に着きました。駐車場は大内宿の維持管理協力金も含めて500円です。今年最後の動画は楽しんでもらえましたか？ふーチャンネルを始めて約1年が経ちましたが、前からたくさんのご視聴、温かいコメントまでいただきありがとうございます。これからもいろんなことにチャレンジしていくので、来年もふーチャンネルをよろしくお願いします。じゃあ良いお年を。うまい。私は今山梨県にいます。今回の旅の目的地は無人の集落の大平宿と凍りついた矢島湿原です。夜勤明けで力尽きて爆睡してしまったので、近くにある福深温泉で朝風呂入ってきます。福深温泉の露天風呂は絶景で富士山を一望できましたよ。眠気も疲れも吹き飛んだので、これから無人の集落大平宿に向かいます。現在地から大平宿までは200キロほどなので、夕暮れ前にはたどり着けそうです。今日の計画なんですけど、大平宿を散策したらその辺の旅館に泊まろうと思います。明日は過酷な車中泊になるので体力を温存する作戦ですね。旅館なら周りを気にせず狂ったようにお酒が飲めるので最近ハマってます。山の方まで行ってしまうとスーパーがなくなってしまうので、早めに適当なスーパーでお酒と食料を調達してきますね。普段なかなか食べられないイチゴを買ったので今晩が楽しみです。大平宿に向かっていたんですけど、なんと大平宿につながる道が封鎖されていて行けなくなっていたんですよね。しかも当分の間閉鎖と書いてあったので絶望です。
落ち込んでいても仕方ないので予定変更です。近くに江戸時代の街並みが残されている馬込宿があるので、そっちに行ってみることにしました。ということで馬込宿を散策してきますね。大平塾に行けなかったのは残念ですが、馬込塾のノスタルジックな雰囲気を味わえて、美味しい肉まんと牛串も食べられましたよ。また一つ素敵な日本の歴史を知ることができた気がします。これから明日の過酷な車中泊に備えて旅館でゆっくり休むことにしますね。この日は自分のお酒の許容量も分からずに飲みすぎてしまいますが、お許しください。乾杯。うまい。みかんといちご。美味しい。うまい。これって何？マネ196度。雲行きが怪しくなってきましたね。早く食べなきゃ。乾杯。逆やこれ。汁が伸びちゃうね。ほんと美味しいこれ。美味しいこれ。みかんジュースみたい。いちごも食べたいな。涙出てきそう。やばい。ちょっと待って。途中からカメラガン無視で意味不明な言動を繰り返していたので、この日の撮影は打ち切りです。人ゼロ楽しすぎますね。私のいいところはお酒を飲みすぎても二日酔いにならないところです。
今日は北上して矢島湿原を目指します。今ヴィーナスラインを走っています。いい感じに雪が積もっていて綺麗ですね。これから白樺湖にあるアウトドア用品店に行って温泉入ってから車中泊馬車に向かいますね。ということで白樺湖に着きました。白樺湖はほとんど凍っていたので近いうちにワカサギ釣りも解禁されるんですかね。一度やってみたいんですよね。毎回寄ってるアウトドア用品店です。特に欲しいものはありませんが、とりあえず寄ってみます。何度か物欲を抑えて温泉に来ました。贅沢にマッサージをしましたよ。これから車中泊場所に向かいます。標高1600メートルにあるので夜の気温が心配です。夕暮れのヴィーナスラインもとても綺麗でしたよ。現在の気温はマイナス3度です。もっと暴力的な寒さがと思っていたので安心しました。まずはおやつに超高カロリーホットサンドを食べます。いただきます。うまっ。
バイ。あれっぽかけすぎちゃった。これは美味しいですわ。時々聞こえてくる鹿の声が不気味でした。朝は少し早起きして凍った江島湿原を動画に収めてきました。江島湿原は日本を代表する高層湿原で国の天然記念物として指定されているそうですよ。今は雪景色ですが、1年を通して様々な植物が開花し彩られるそうなので、また別の季節にも遊びに行きたいですね。信じられないことに今日は夕方から夜勤なんですよね。相変わらず無計画でトラブルもありましたが、美味しい食べ物と自然を満喫できたのでよしとしましょう。旅の締めにカップ麺でも食べて家に帰りますかね。うまい。なけなしのボーナスでドローンを買ったので、撮影練習も兼ねて聖高原の仲間彦に来ました。ここまで来ると人の気配は全く感じないので逆に安心できますね。仲間彦では運がいいと霧氷というとても幻想的な景色が見られるそうですよ。朝の景色が楽しみですね。気温はマイナス7度で結構冷えますが、ワークマンの防寒アイテムで十分しのげそうです。
やく念願のガスコンロを買いましたよ。ご飯が楽しみですね。寒くなるとサンシェードの吸盤がうまく貼り付かなくてムカつくんですけど、皆さんは何か対策していますか？わお、焦げちゃいそう。やるやる。乾杯。ジョッキで飲むハイボールはジュースです。臭くなってやば。あんま下傷つけないようにして。うわー、食べたい。わお、いただきます。うまい。うん、ちょっとかけよう。しょっぱい、うまっ。しょっぱいけど美味しい。はあ、おう。はあ、うん。はあ、ちゃんこ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 ちゃん、大丈夫だ君は。冬山の静けさが大好きなんですけど、わかる人いますかね？目標は早起きしないと見れないので、早く寝ることにしました。よし、早く寝ましょう。怖い怖い怖いね。よくわからないことを言ってますね。
無事無表を動画に収めることができたので、暖かくなるまで二度寝しますね。カメラの設定でひたすら悩んで朝から2時間ぐらい撮影していたんですけど、この回あってとても神秘的な映像が撮れましたよ。もう大満足です。これから天空の秘境と言われている下栗の里に向かいますね。下栗の里は現在地から200キロほど南下すればたどり着けるみたいです。標高1000メートルの尾根に開かれた下栗の里は日本のチロルとも呼ばれていて、日本の里100選に選ばれているそうですよ。いやー、集落好きにはたまりませんね。途中から雪が降ってきましたよ。実は今回東北の方に行く予定だったんですけど、行きたかったところが冬季閉鎖中だったので急遽長野に変更したんですよね。一応ルーフキャリアにタイヤチェーンを積んできたんですけど、まだまだ出番はなさそうですね。下栗の里の麓まで来るとすっかり晴れていて気持ちよく走れましたよ。山道の運転は大好きなのでワクワクします。途中気になる家を見つけたので寄ってみることにしました。山奥にある昔ながらの建物を見ると、ここの人はどんな生活をしているんだろうとか、何年前に建てられたんだろうとか、その場所の歴史が気になってしまうんですよね。わかる人いますかね？もうすぐ到着なんですけど、トラブルが発生しました。下栗の里へ向かう道が通行止めだったんですよね。とりあえず駐車場に車を止めてドローンで撮影しに行くことにしました。下栗の里パーキングに着きました。駐車場からは南アルプスの山々を一望できましたよ。絶景なんですけど、ここからだと下栗の里は見れないんですよね。ということで場所を移動してドローンで撮影していきますね。
日本の里に選ばれていることもあって本当に素敵な場所でした。通行止めのトラブルはありましたが、動画として思い出に残せたので満足です。家に向かっていたんですけど、睡魔に襲われたので無理せず道の駅で車中泊することにしました。とりあえず温泉入ってお食事どころでなんか食べてきますね。平日の明るい時間から飲むお酒はきっと美味しいと思いますよ。お願いします。はい、ありがとうございます。すいません。いい湯でしたよ。とりあえず一休憩したらご飯食べてきます。実は今日はポポちゃんの誕生日なんですよ。このまま道の駅で一泊して明日ゆっくり帰ろうと思います。数ヶ月ぶりの3連休はとても充実した旅になりました。12月はあと1回旅に行けるのでまた動画出しますね。いつも動画見てくれてありがとうございます。じゃあまたね。こんにちは、ふーです。今回は前から行ってみたかった長野のヴィーナスラインと岐阜県の白川郷へ行ってきました。綺麗な雪景色と過酷な自然の中で秘境を探して冒険してきました。目的地に向かって無計画に進む旅ですが、よかったら最後まで見てくださいね。それでは出発していきますね。今日のスタート地点は白樺湖です。周辺を調べてみたらアウトドアショップがあって面白そうなのでこれから行ってみますね。路面は雪が積もってましたが、スタッドレスだけで十分でした。せっかく買ったタイヤチェーンの出番はなさそうです。右側にあるのが白樺湖なんですけど、完全に凍ってました。ここでもワカサギ釣りができるみたいですね。アウトドアショップに着いたんですけど、今日はお店は閉まってました。まあ気を取り直してヴィーナスラインに向かいます。
今走っている道がヴィーナスラインです。雪景色も相まって本当に綺麗でした。前にバイクで行こうとしてたんですけど、寒くなってきたのとちょっと距離があるのとで行けずにいました。やっぱ車だと楽ですね。それではしばらくの間景色をお楽しみください。ヴィーナスラインが終わって諏訪湖周辺に来ました。町からちょっと外れたところに良さそうな温泉があるのでそこへ向かいます。雪景色の露天風呂めっちゃ楽しみです。それでは行ってきます。と思ったら女湯だけやってなかったので別の温泉に行ってきました。今回の車中泊場所に着きました。白川郷の近くまで行こうと思ってたんですけど、睡魔に襲われたので無理せず適当な駐車場で寝ることにしました。山奥だったので私の車だけでした。それでは準備していきますね。
結局雪は止まずに朝までずっと降ってました。外は風も吹いてなく本当に静かでした。動物の鳴き声が聞こえてちょっと怖かったです。起きたらジムニーがカチコチに凍ってました。今日は珍しく9時に起きることができました。まあ寒くて起きたんですけどね。これからスープを作って白川郷に向けて出発しますね。
白川郷に向かって走ってます。ずーっと雪が降ってました。岐阜に入っても結局タイヤチェーンは必要ありませんでした。白川郷周辺に着いたんですけど、なんかのイベントやってて駐車場が全然空いてませんでした。仕方なく少し離れたところにある駐車場にジムニーを止めて白川郷に向かいました。はい、すいません。お願いします。こちらもお願いします。はい、ここの駐車場が午後5時までになっております。歩くと20分ぐらいだったんですけど、マイクロバスが出てたのでそれに乗って行きました。今回の旅はここまでです。往復800キロぐらいで過酷な旅でしたが、綺麗な雪景色を楽しめたので大満足です。これからもジムニーでいろんなところに行きたいと思います。特に林道。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまたね。こんにちは、フーです。今回は世界中の軍隊で使用されているカリンシャのディフェンス4という寝袋を買ったので、試しに雪山で車中泊してきました。カリンシャの寝袋は防寒性能が高い順にディフェンス6、ディフェンス4、ディフェンス1があるんですけど、私は真ん中のディフェンス4を買いました。今回の目的地は赤城山です。赤城コノの駐車場で車中泊して新しい寝袋の性能を試してみますね。ちなみに赤城山はワカサギ釣りで有名みたいですね。それでは目的地まで飛ばします。赤城コノに着きました。今回も夜勤明けで爆睡してから出発したので深夜の到着です。それでは準備していきますね。
これがカリンシアの寝袋です。快適温度マイナス 8.8 度、加減温度マイナス15度、限界温度マイナス35度です。赤城コノの気温はマイナス8度でしたが、ぐっすり眠れました。起きたらお昼前でした。寝袋が快適すぎましたね。この寝袋こんな感じでしっかり締まるので熱が逃げなくてそっとあったかいんですよね。一応カップラーメン作るセットは持ってきたんですけど、もうお店開いてるんでお店で食べます。カップラーメンは今夜食べましょう。今回の雪山に備えてスノーブーツも買いました。ワークマンで3000円ぐらいでした。私のジムニーは XG グレードなのでフルフラットにならないんですよね。なので他の方の YouTube 動画を参考にして段差を埋めるためのテーブルを作りました。木材はホームセンターでカットしてもらって木工用ボンドでくっつけました。図工の作品みたいなクオリティですが3000円でできたので満足しています。参考にした動画は概要欄に貼っておきますね。いい時間になったので赤城コノを出て小野湖畔へ向かいます。
赤城温度の駐車場に着きました。湖畔の景色を見てご飯を食べていきますね。平日だったのでお店はほとんど閉まってました。結局お店はほとんどやってなかったんで、山を降りたところのカフェで美味しいオムライスを食べました。赤城温度は完全に凍っていて、ワカサギ釣りをしている方がたくさんいました。今回は冬の赤城山でカリンシャンの寝袋を使って車中泊してみました。マイナス8度ぐらいならぐっすり眠れたので、次はもう少し寒いところで車中泊してみたいと思います。次回は日光編です。いろは坂を登って中禅寺湖の方へ行ってきました。よかったら次回も見てくださいね。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。長い動画でしたが最後まで見ていただきありがとうございました。2025年は日本一周できるように頑張りますので、これからもふーチャンネルをよろしくお願いします。じゃあまたねー。